こんにちは、青木です。博多駅にいます。今日はですね、5月6日ゴールデンウィークの最終日になっています。この前、大阪の梅田から難波まで歩いてみたっていうのをやったんですが、結構好評だったので、この福岡バージョンをやってみたいと思います。ということで今回は博多駅から天神まで歩いてみたいと思います。そうね、博多駅が、大阪でいうと梅田で、天神が難波になるわけなんですけども、距離はね、梅田から難波ほどはないんですけど、この間にはですね、結構いろんなパワースポットとか観光地があるので、福岡でちょっと1日空いたけど何しようかなってなってる方ね、ぜひやっていただきたいなと思いますので、早速ですね、天神に向かって歩いていきたいと思います。こちらにですね、丸糸切手がありまして、この切手はですね、結構ご飯屋さんがたくさん入ってますので、混んでる時間でもすぐお店に入れたりして、非常におすすめなお食事スポットになっています。で、こういった形で朝日新聞博多朝日ビルっていうすごいですね、特徴的な、形のビルがありますね。これすごいですね、ここね結構斜めってるんですけども、で、こちらに博多バスターミナルがあります。実はこっちのね博多バスターミナル、ご飯屋さん穴場な場所が結構ありますのでね、はい、おすすめしたいと思いますね。さっきからね食べることばっかり言ってるだろうって感じですけど、実はね、時刻今お昼の1時なんですが、まだご飯食べてないんでね、なのでね、自然とそんなね言葉が出てくるんじゃないかなと思いますが、途中でねちゃんと博多名物も食べますので、お楽しみにしておいてください。じゃあ行きましょう。まずは博多の旧市街をご紹介したいと思います。皆さん、博多ってね、福岡と博多の違いって分かりますか？実はですね、博多っていうのはね、この博多駅の近く一帯のことだけを言うんですね。だから実はね、今から行く天神ってね、博多じゃないんですよ。そう、はい、そういったこともね、今日はじっくりご紹介していきたいと思います。で、こちら博多駅が見えてますけど、この目の前の通りは太白通りといいまして、福岡1位ですね。おそらく福岡1位道が広い、ところになってます。そう、福岡ってね、意外と道が狭いんですよね。さあ、私たちはですね、この太白通りとはですね、2本ぐらい向こう側の、太白通りに沿った道を、ね、歩いていきたいと思います。ここにですね、博多の旧市街地代表的なものを見ることができます。それにしてもバスがえげつないですよね、これね。はい、福岡はですね、西鉄王国、バス王国というふうに言われてますけども、西鉄バスですね。福岡というかもう九州のですね、全ての路線バスと高速バスのほとんどになっていると言っても過言ではない西鉄グループでございますけども、その西鉄グループ、こちらホテルがあります。西鉄ホテルクルーム博多っていうところなんですけども、ここはですね、西鉄を代表するホテルになってて、温泉がついてるんですよ。そう、天然温泉がですねここについてまして、僕もね一回泊まったことあるんですけど、非常にですね居心地が良かったです。さあ、ここに上天寺通りって書いてありますね。そう、今からですね上天寺をね見に行くわけなんですけども、この上天寺ただのお寺じゃないですよ。博多といえばね、博多っていう福岡ですね。福岡といえば皆さん食べ物で何を思い浮かべますか？そう、さっきからね食べることばかりね話してるんですけども、やっぱり豚骨ラーメンがね思い浮かぶ方多いと思います。ラーメンっていうのはね、粉を、麺っていう、ね、細長い形にしてそれで食べるっていうものなんですけど、その麺の文化をですね、まず最初に日本に伝えたお坊さんがですね、実はこの上天寺の正一国師さんという方なんですね。そうなので福岡が、麺の文化の発祥の地というふうに言われています。で、その一番最初の麺っていうのは、何かというとラーメンじゃなくてうどんなんですね。そう、博多ってうどんも有名でね、結構ね、讃岐うどんが結構有名ですけど、讃岐うどんちょっと硬くてで、食べ応えがある、歯応えがある、そんなねイメージがあると思いますけども、博多のうどんはですね柔らかくてですね、ものによってはね伸びるんですよ。そう、温度がね、お湯の熱さでね伸びる、そういうですね牧野うどんっていうお店があるんですけども、そういう風なね特徴を、持っております。なのでぜひね、豚骨ラーメンって結構こってりしてて、美味しいっちゃ美味しいんですけど、体に匂いがついちゃうぐらいね濃いやつも、博多には福岡にはありますので、そういうの嫌だよって方はね、ぜひうどんも、ね、試していただければと思います。さあ、私たちは上天寺通りを歩いてきまして、こちら公園が左手にあります。こちら出来町公園という公園になってます。
で、この出来町公園の前にあるこちらのホテルはですね、霊泉閣ホテルっていうんですけど、ここねすんげえおすすめです。はい。前ね、このホテルロケしたことあると思うんですけども、去年2023年はこのホテル通算でね10泊以上してるんですよね。どんだけね好きやねんって感じなんですけども、結構ね福岡のホテルって高いんですよね。最近外国人の方も、来られているということで。でもですね、ここはですねちゃんと本来の価格というんですけども、6000円7000円ぐらいでね1泊できて、でしかもねサービスがいいんですよ。本当にね、このホテルのスタッフの方々が丁寧にですね、やっていただいたりとか、あとコインランドリーが無料で使えたりとかですね、すごいいいホテルですので、ぜひお勧めしたいと思います。さあ、でこの出来町公園なんですけど、これもねただの公園じゃないんですよね。ちょっと見ていきましょう。はい、まずこのおびただしい数の自転車ですね。これは福岡のシェア自転車チャリチャリっていうやつです。短い時間からでも安く乗れて、福岡の人結構ねこれ使ってるんですよね。福岡の人はね、大阪の人ぐらいかそれ以上にね実は自転車乗るんですよ。というのはね、福岡の街自体がそんなに大きくないので、地下鉄とかバス乗るっていうよりはもう自転車でねちょこっと移動するということですね。こういうシェア自転車も結構流行ってるんですよね。さあ、ということでここにですね博多駅というふうに書いてありますね。はい。博多駅ってさっきの博多駅と違うのって感じですけども、実はここにですね昔博多駅がありました。そう、博多駅はね昭和の時代に移転して、それでですね今の場所にあるということですので、その、記念のモニュメントがこの出来町公園にあります。でもう一個ね博多駅にあったことをですね示すものがそこにありますね。蒸気機関車の車輪ですね。ちょっと見に行きましょう。ここに九州鉄道発祥の地と書いてあります。九州の鉄道、特にねこの辺りの鉄道っていうのは、博多っていうのは海が近いということもあって、いろいろな物流とかですね、あと朝鮮半島へのアクセス、そのためのね、船が今もねあるんですけども、その船に連絡するための重要なですね、地点だったということで、なのでですね博多駅って結構海に近いところにあるんですよね。そういうですね立地になっているんじゃないかと思います。さあ、このね九州の鉄道発祥の地を見まして、私たちはさっき言ってた上天寺の方にね今から向かいます。さあ、上天寺通りに戻ってきました。でこちらがですね博多千年門でございます。ここからですね上天寺通りは一気にですね雰囲気が変わりまして、なんか京都みたいな雰囲気になるんですよね。いろんなお寺さんとかがあります。福岡ってこんなとこあるんだって思われた方ねいらっしゃるかもしれないですけど、そう、福岡というか博多はですね商人の町、商業の町として、海もね近いということで、昔からね豊臣秀吉さんの時代、いやもっと前からですね栄えていました。元寇ってね聞いたことあると思うんです。鎌倉時代ね、モンゴル帝国がこっちに攻めてこようとした時にですね、博多のところで強い嵐に見舞われて、それで、モンゴル帝国元はですね日本を制圧できなかった、征服できなかったなんてね、そんな歴史もね勉強した、記憶がありますけども、そういうことなんですよ。でその博多を代表する、博多旧市街地を代表するお寺が上天寺です。で上天寺はねこっちにあります。はい、これが入り口ですね。入っていきましょう。本当京都ってね感じがしますけど、ここは博多です。さあ、そしてここにですね3つの碑があるんですけども、その碑のうちの1つにうどんそば発祥の地の碑って書いてあります。うどんってねこんな漢字書くんですね。1241年中国の宋より帰国した正一国師は製粉技術を日本に持ち帰ってきた。このお坊さん正一国師さんがですね伝えたこの技術のおかげで、日本の粉物を食べる文化、粉食文化っていうのかな、それがですね大きく発展しましたよということが書かれています。豚骨ラーメンとかうどんに象徴される博多の名物、そして、ラーメンとかねうどんって本当日本全国で食べられるようになってますけども、その発祥の地がここになっているわけなんですね。はい、この上天寺の先でですね上天寺通りは終わりです。ここで行き止まりになってるんですけども、
次に私たちはですね、こちらの国体道路を歩いていきます。国体道路、その名の通りですね、国体、つまり国民体育大会が福岡であって、でそれをきっかけに作られた道路になってるんですけども、その国体がね、いつあったかというと、太平洋戦争がね終わってもう 2,3 年後に実施されてるわけなんですね。これはすごいことですよ。福岡の街のいいとこはね、とにかく活気があるとこなんですよ。今日は行かないんですけども、サザエさんの生みの親である長谷川町子先生もですね、福岡で過ごされて、それでサザエさんっていう漫画を思いつかれたそうなんですけども、そのサザエさんがね初めて、新聞に連載されたのも戦争終わってすぐだったんですよね。サザエさんってもう本当国民的な漫画アニメになってますけども、その原点がもう本当ね、戦争終わってすぐできてたっていうのがね、他にもね、うちの実は私青木のおばあちゃんがですね福岡出身なんですが、その戦争終わったからの話とかいろいろ聞くんですけど、すげえなと、ね、福岡のこの蘇りぶりをね、すげえなと思う話がいっぱいありましたね。さあ、私たちはさっき博多駅前で見ていた太白通りと交わります。で、あそこにですね地下鉄の駅の入り口があって、博多駅の次の祇園駅というところになっています。そう、もうすでにですね地下鉄1駅分歩いてきたわけなんですね。で、あっちにお寺がまたあります。そう、この辺り本当ね、博多の旧市街だったなっていう風に思わせてくれるものがいっぱいあるんですけども、であそこにはですね、大仏様がいます。そう、博多大仏があります。博多にもそう奈良みたいなですね大仏がありますので、ぜひねお時間ある方は見物していただければと思います。で、実際には国体道路、このね太白通りと交わるここからですね始まるんですが、この国体道路を天神の方に向かって歩いていきたいと思います。はい、横断歩道を渡ってきたところですけども、これエレベーター乗り場なんですけど、すごいですね。これおみこしの格好をしております。そう、さっきもちらっと言ったんですけど、ここはですね祇園というところになっています。で、この交差点は祇園町交差点っていうんですけど、祇園って京都の祇園祭と同じ字を書きます。そう、実はね京都の祇園祭と関係があるお祭りがですね、博多でも行われていまして、それが博多祇園山笠でございます。そう、今からですねその博多祇園山笠に関係があるパワースポットを訪れるためにですね、この国体道路を歩いていくんですけどもね、祇園って京都だけじゃないのって思われる方ね、実はですね博多でも大きなお祭りが行われていまして、なんでそんなね祇園祭りなんて名前がついておるかというとですね、このですね博多に豊臣秀吉さん、はい、我ら名古屋が誇る豊臣秀吉公がですね訪れた際に、この辺でちょっとしたおみこしを担いだ、普通にね町内会とかでやってるような規模のお祭りが行われてたそうなんですね。それを見たね秀吉公は、いやお宮さんたちこんなねちっちゃいお祭り雇ったら鑑定と、博多大きい町だなと、だったらもう京都の祇園祭りみたいに大きいのやらなあかんでって、そういう風にね名古屋弁で本当にそういう風に言ったかは分かんないですけども、そういうことをおっしゃいまして、それで、京都の祇園祭りみたいなお祭りをやろうと、それをきっかけになりまして、で、始まったのが博多祇園山笠の起源とされています。横断歩道を渡ってですね向かい側の道にやってきました。後ろからですね、はい、バニラバニラバニラ求人がやってきましたね。そう、この国体道路ね、このバニラバニラバニラ求人をよく見かけるんですよ。それもねちゃんと理由があります。というのはですね、博多、ね、中洲でね、はい、夜遊びをするなんていうことをね、はい、私青木も、やったことないとはね言えないですけども、じゃあやったことあるんですけども、そのですね中洲の中心地をですねこの国体道路が通るんですね。で、今回はですね、そこは通らずにあえてですね行きます。で、このね先にあるんですよ。あそこにね橋が見えてて、あれがですねキャナルシティ博多なんですけども、その先にですねその夜遊びの中心地が、ございます。なのでそういうとこで働いてみませんかみたいな、そういう求人の車がですねここを頻繁に通っておるということでございます。で、私たちはですねこの交差点を、はい、右に
もう見えてきましたね、パワースポットっぽいものが。地元では奥志田さんという名前で親しまれている櫛田神社に今からお参りしていきたいと思います。はい、こちらが奥志田さんこと櫛田神社の入り口になっています。なんかすごい全然意図してなかったんですけども、神楽みたいなのが演奏されてますね。じゃあ入りましょう。ご本殿にお参りしてきました。なんかね、僕は櫛田神社にね来ると高確率で中でですねご祈祷みたいなのが行われているんですよね。なのでそれもあってこの神社はすごい好きな神社の一つなんですよ。で、櫛田神社にはですね博多を象徴するいろんなものがありますけども、まずこれですね、山笠おみこしでございます。でこれは実際には練り歩くものではないんですよね。というのは結構ね高いでしょ、身長めっちゃ高いですよね。明治時代になって、電線とかが整備されるにあたって、こういったもの、高いものはですね、練り歩かなくなったんですけど、それまではですね本当町同士が競うかのようにですね、高いですね、おみこしが練り歩いていたというふうに言われています。博多の夏の風物詩、博多祇園山笠ですね。さあ、そしてここはねちょっと通過されがちなんですけども、これ実はねすんげえ木なんですよ。はい、いやね、もう彼女絶賛募集中の私青木さんにとってはですね、はい、もうこのエネルギーをいただかんとばかりにですねに触ります。はい、そう夫婦円満に、これを触ると夫婦円満になれるというですね、そういう木でございます。いやでも本当あったかいですね。すごいあったかいエナジーをいただきました。ありがとうございます。はい、奥志田さんにお参りしてきました。でもうここまででもだいぶ観光になってるでしょ。はい、こちら博多のランドマークキャナルシティのですね入り口もありますね。すごいでしょ、古いものと新しいものが融合しているというこの風景。ここまでね一切お金使ってないですからね。奥志田さんのお賽銭はありますけども、それ以外はですね1円も使っておりません。福岡の街は本当に歩いて回るだけでも楽しいというのをね実感していただければと思います。私たちはですね商店街に入ってきました。川端商店街というですね商店街になっています。で、博多弁をねこの上から教えてくれるっていうのがですねこの商店街の特徴なんですけど、ここにはですねいろんなお店があって、特に地元のグルメを味わえるねラーメン屋さんとかうどん屋さんとかいっぱいあります。お待たせいたしました。ここでですねランチをしていきたいと思います。いや本当にいろんなお店があってね、ここのね交差点に、はい、見ますとラーメン長浜屋と言いまして、その名の通り、長浜ラーメンを、ね、長浜の美味しい豚骨ラーメンを提供してくれるんですけども、その向かいにはですね、はい、ラーメン博多屋、これもですね豚骨ラーメンのお店なんですけど、なんとですねラーメンが1杯290円なんですよ。本当ね物価高騰ってなんなんみたいな、そんな値段で提供してくれます。で私たちは今日はですね、ラーメン食べてもいいんですけど、やっぱ体に匂いついちゃいますんでね、ちょっとあっさりしたものが食べたいなということで、こちらです。うどんウエストに行きます。このお店ほんまにね大阪にできてほしいっていうぐらいですねおすすめのお店なんですよ。うどん以外にもですねいろんな定食メニューとかがあって、しかも安いんですよね。じゃあ入っていきましょうか。海鮮うどんですね。こんな豪華なうどんで700円ぐらいですよ。めっちゃ安いですね。じゃあいただきます。いやーもうめっちゃ美味しかった。本当この味大阪に欲しいぐらいですよ。海鮮のね天ぷら、イカとかエビの天ぷらが入ってたんですけど、それがですねチゲみたいな感じで卵とかの中に入ってたんですが、それとですねうどんを一緒に味わうということで、もう栄養満点ですよね。さあ私たちは商店街の一番端っこまでやってきました。で一番端っこにですねまた地下鉄の駅があります。ここはですね博多駅の次の次の駅、中洲川端駅になってます。もうすでにね2駅歩いてきたんですね。いや嬉しいですね。今日の天気雨は言ってたのに晴れてくれてますね。いやこれは本当博多から天神まで行くのに
いい日和ですよね本当。さあそして私たちはですね、こちら大きい通りにまたやってきてるんですが、これは明治通りという通りです。で、この明治通りの下にはですね、地下鉄空港線、はい、さっきね博多駅、祇園、そしてここ中洲川端と通って、で天神の方を通って糸島の方まで行くんですけども、そういう地下鉄、福岡の大動脈の地下鉄がですね、通っております。はい、横断歩道を渡ってきました。こちらにはですね、福岡アジア美術館というのがあります。アジアの、玄関都市として福岡はねしたいということで、現在の市長の高島市長がね、おっしゃってますけども、それを象徴するかのような美術館ですね。さあちょっとね明治通りを博多駅の方に向かって歩いていますけども、はい、横断歩道を渡ってきたところにですね、博多でお芝居を見るならここ博多座がございます。立派な建物がありますけども、さっきのですねこの福岡アジア美術館が入っている建物と一緒にですね、1990年代後半に整備された建物になっています。その時にですね、もう福岡のこの街を盛り上げようということで、プロジェクトが行われてまして、その一環としてですね、この博多座とこちらのアジア美術館が完成しておりますね。本当にね地下鉄の駅からも直結してて非常に便利な場所にあります。では再び天神の方に向かって歩いていますが、ここに川があります。これはですね、博多湾玄界灘に注ぐ博多川という川になっています。でこの橋をですね渡ると、この川を越えると中洲というエリアになります。そう、中洲っていうのは文字通り川に囲まれた島なんですね。この中洲からですね、今度中川という川があるんですけど、これを越えると天神になります。今からですね、中洲という島に入っていくわけなんですね。でね、さっきも中洲は夜遊びね、夜遊ぶとこがいっぱいあるよというふうに言ったんですけども、基本的にですねこの明治通りからこう南側にそういうのがねあったりします。で、この向こうにさっき私たちが歩いてた国体道路があって、国体道路をねまっすぐ行っても、天神には行けるんですけども、その国体道路沿いにはですねさらにそういうものがですね、揃っているということなので、そういうところを通っていきたくないよという方はですね、この明治通りのこの北側のですね、博多湾側の道を歩いていくといいと思います。さあ博多川を渡ってきました。で先ほど博多祇園山笠が出てきましたけども、もう一つですね博多というか福岡で有名なお祭りがありますが、何か分かりますでしょうか。そう博多どんたくですね。実は明治通りここから先博多どんたくのパレードの通り道になってるんですね。でちょうど僕もねおとついの5月4日どんたくのパレードを見に来ましてですね、で総踊りにも参加したんですけども、関西万博、大阪万博のですね、みゃくみゃくくんもそのパレードで参加してたということなんで、その様子もね別の動画でレポートしてます。それでねどんたくの雰囲気なんかも感じていただければと思います。さあであそこにねまた橋が見えてきましたね。ここがですね豚骨ラーメンといえば一蘭の本店になっています。結構ねこの今もう3時前なんですけども人だかりができてますね。一蘭はね全国展開してるのでどこで食べても一緒だろうというふうに思われるかもしれないですけど、この本店がねなんか本店とあと太宰府天満宮のとこかな結構オリジナリティがあったりして人気なんですよね。さあほんでまた川を渡るんですけど、でこれがですね中川と言いまして、これを渡るともう中洲はおしまいになるんですが、もう一個ですね、歩行者専用の非常におしゃれな橋があるので、その橋を渡って天神の方に行きたいと思います。中川をですね、南側国体道路の方に向かって歩いていきますけども、よく写真とかで中洲の夜景が出てくると思いますけど、それが見えるのがここになっています。橋の上にねなんかいろんなテラス席みたいなのがあるんですけども、これがですね福博出会い橋という橋です。この川を越えると中洲が終わるわけなんですけども、またポケパラっていうガールズバーとかのですね宣伝のトラックが走っているんですけど、
こっち側が中洲ですね。なんかそういう夜遊びの場所がいっぱいありそうな感じするでしょ。でもね、ここを渡って向こうの方に行ったらですね、基本的にそういうのはなくなるわけなんですね。だからこの川を挟んで街の様子が変わるっていうのがね、分かっていただけるかと思います。ではですね、この橋を渡っていきます。で、この福博って皆さん何か分かりますか？そう、福岡と博多を、省略して福博って言ってるんですね。で、実はですね、ここで博多が終わるんですよ。そう、このね、はい、この地点で博多はおしまいです。今からここの橋を渡って西中洲というエリアに行くんですけど、この西中洲からはですね、福岡と呼ばれるエリアになります。だから博多っていうのは本当にね、最初に言った通り博多駅の周りのごく限られたエリアのことを言うので、天神は博多ではないんですよね。はい、ここはちょうど福岡と博多の境目ですね。右が博多、こっちが福岡です。この町はですね、その福岡と博多、この2つでもって発展してきたということがね、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。すごい洋風な建物がありますね。はい、今回初めて知ったんですけど、この建物はですね、なんと明治43年に竣工した、福岡県五街道貴賓館の建物らしいですね。なんか本当あれですよね、愛知県の明治村にもありそうなあっても良さそうな建物ですけども、だからこんなところにですね、貴賓館を建てたということは、この中洲の風景がですね、昔から美しかったということなんでしょうね。で、この貴賓館のですね、ちょうど向かい側に、僕がよく行っている、はい、現在の貴賓館があるわけでございましてですね、こちらがですね、インターナショナルバーなんですよ。まだお昼の時間なんでやってないんですけど、ここはですね、はい、国際交流ができるバーなんですね。文字通り福岡に来た外国人の旅行者の方々、主にね欧米系の方も多いんですけど、韓国とか中国の方もね、いらっしゃったりします。オーナーの方がすんげえフレンドリーで気前がいい方なんで、来た人同士初めましてでもすぐね仲良くなれるんですよね。そういう雰囲気のとこがね、僕結構好きなんで、来るたんびにですね、はい、福岡に、はい、来るたんびにですね、ここに来てますので、ぜひねお見かけした方はどうぞよろしくお願いしますって感じですけども。さあ、どんたくの通り道、明治通りに戻ってきました。で、横では何やらお片付けが行われてるんですけど、ここにですね、はい、どんたくを見るための特別席が用意されてました。結構ね、100人200人かな、もっといけんのかな、座ることができる、桟敷席というのがあったんですけども、そこですね、僕もねそこで見ようかなと思って、係のお姉さんにいくらですかって聞いたらですね、なんと4000円するそうです。はい、4000円だそうなんでね、コンサートとかそういうものをね見るようなノリでですね、お金を払えば見ることができるようになっていました。でもよくパレードがね上から見れるんで、すごいいい席だと思うんで、一日中ね見たいよっていう方はぜひね桟敷席座って見られていいと思います。で、はい、ここにまた川がありますよね。で、ここで島みたいな感じで終わりになってるんですけども、ここは西中洲ね、はい、西中洲がここで終わりで、こうまっすぐ行くと天神になりますね。で、どんたくでねパレードミャクミャクくんを見に来たんですけど、ちょうどここからね、はい、ミャクミャクくんが登場しましたね。そう、途中参加だったんですよ。まさかのね途中参加っていうですねそういう事態が発生してました。さあ、このファミマの後ろ側になんか森みたいなのがありますけども、これもですねパワースポットの一つになっています。はい、すんげえねひっそりと佇んでるこちらの神社は水鏡天満宮と言います。水鏡と書いて水鏡と読むんですね。さあ、では入っていきましょう。水鏡の名にふさわしいですね。お魚さんたちが泳いでおります。はい、ご本殿にお参りしてきました。さっきの奥志田さんに比べて結構人が、少ないですよね。結構穴場的な、場所になっているんですけども、皆さん天満宮って別名なんて言いますか？
はい、普通ね天満宮って天神って言ったりしますよね。そう、天神っていう地名の由来これなんですよ。そう、この水郷天満宮こそがですね、天神の町の守り神になっているわけでございます。でよくね天神に警護公園ってあって、でその横に警護神社っていうのがあるんで、警護神社が天神だっていう風に思われがちなんですけど、そうじゃないんですね実は。さあ天神の守り神にご挨拶をしてきましてですね、いよいよ天神の町に入ってきました。ドンタクのパレードはですね、ここからですね左に曲がっていきましたので、私たちもそのコースで行きたいと思います。もうすでにここに地下鉄の天神駅の入り口がありますね。はい、もうですね、地下鉄で博多駅から3駅ですね、歩いてきているわけです。すごいですね。ここにもバニラが来てますね。そんだけね、そういう遊びのエリアが近いということなんですけども、はい、右に見えてきたこの建物が福岡市役所になってまして、ドンタクのパレードのゴール地点になっていました。なのでここにね、ミャクミャク君が入っていくところもね動画で、撮ってますので、ぜひ見ていただければと思います。そして、こっちにある公園がですね天神中央公園になっています。はい、天神にはですねこうやって都市公園が、ね、整備されてて、これ以外にもですね警護神社のところに警護公園があったりして、非常にですねリラックスするにもいい街になっています。でドンタクの時はここにですねお祭りの屋台がいっぱい出てまして、でパレードの舞台もここ通ってたんかな。はい、そんな感じで非常に親しまれている公園ですね。緑があるところがあって落ち着きますよね。はい、変わってこちらは福岡市役所の前の広場です。こんな形で市民に開放されてるんですね。でドンタクの時はですねここで総踊りって言ってドンタクのフィナーレを飾るイベントなんですけども、みんなでね、この芝生の上でドンタクの踊りを踊りました。で、僕もそれに参加させていただいております。本当ね誰でもねウェルカムみたいな感じで、非常にですね踊ってて楽しかったですよ。ぜひねドンタクの時に福岡に来る機会があったらやっていただけたらと思います。さあでこの辺りね結構新しいビルがね、多いのが、あと工事中のビルなんかもありますけども、天神ビッグバンというプロジェクトが進められてましてですね、この辺りにあった古い建物を新しくしたり、またね、そもそも新しいやつを作ったりとか、そういうプロジェクトが行われてまして、福岡の街がもっともっとですね、発展していくと、そういうことになっております。市役所も本当便利ですよね。こんなね天神のど真ん中にあってね、でしかもこうやって広場を開放してくれてて、いや本当福岡はねこうやって市政を身近にね親しみやすく感じることができるっていう、そういう工夫がされてますね。さあでは市役所の目の前にある通りをまっすぐ行って、あそこにデパートがねいっぱい見えてますけども、そっちの方に歩いていきたいと思います。はい、こちらが渡辺通りという天神を南北に貫く大通りになっています。いやほんま何台バスおんねんみたいな感じですけども、ここもですね西鉄バスの集結地ターミナルになっています。で目の前に見えておりますのが三越百貨店ですけども、この中に西鉄の福岡天神駅があります。でこっちにですね天神ソラリアステージがあります。これもね、福岡を代表する、ショッピング百貨店の一つになっていますね。じゃあねちょっとゴールをどこにしようかと思ってたんですけど、天神でねいつもロケを始める場所がありますので、そこをね、この渡辺通りのちょっと向こうにあるんですけども、そこまで今から行きたいと思います。で渡辺通りをねまっすぐ行ってもいいんですけども、この下にですねおしゃれな街並みがありますので、そこをご紹介してみたいと思います。はい、こちらが天神地下街ですね。天神地下街、略して天地下なんですけども、このね、程よく明るいでも落ち着くこういうですね照明が使われているのが特徴で、お店もですね出店して看板とか出す際はそれを意識するようにというふうに言われているそうです。なので非常にですね統一感のあるおしゃれな街がこの渡辺通りの
下に形成されています。さあ天地間の端っこまでやってきましたね。でここに地下鉄七隈線の天神南駅があります。去年の3月まではですね七隈線ここまでしか来てなかったので、博多駅に行こうと思ったらここまで、天神南まで来て、でこの天地下をずっと歩いていってだいたい5、600メーターですね歩きまして、地下鉄空港線の天神駅でそこから博多駅に行くというようなそんなルートでした。さあいつもの天神の交差点にやってきています。あそこに天神大丸が見えますね。で、福岡のグルメで1個ですねまだ行ってなかったものがありますよね。そう屋台、この辺りね結構さっきの中洲の辺りも出てるんですけど、天神のこの大丸の前辺りとかですね、あとこの信号を渡ってたところ辺りにですね、結構出てたりしますので、こっちかな、この辺りですね、はい、に出ていますので、夜だいたい5時とかになってくるとね、店が出始めますので、ぜひね屋台グルメを楽しみたい方は行ってみていただければと思います。さあ福岡の博多駅から、天神まで歩いてみましたがいかがでしたでしょうか。かかった時間はだいたい2時間半ぐらいですね。大阪の時はね結構もう梅田から難波までもう5時間ぐらいね気づいたら歩いてましたけども、その半分ぐらいでね、行けます。でなので、1日とは言わずも半日ねちょこっと時間できたわっていう方はぜひねトライしていただければと思います。いや途中にね、いろんなパワースポットとか観光施設とかね、ありますので、それを、巡って、でしかもですね歩いたらタダですので、はい、ぜひね福岡で時間ができた方やってみていただければというふうに思います。またねいろんな都市の繁華街同士歩いてみたっていうのもやってみたいと思ってますので、次もお楽しみにしておいていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。